看護師4人で連続殺人。結託して犯行に臨む彼女たちを惑わせた元凶とは。1998年1月23日、福岡県久留米市。あなたお疲れ様。午後11時半頃、帰宅した夫をねぎらいビールを差し出したその女性は池上和子。ああ、ありがとう。池上に視線を向けるとにっこり微笑んだ夫。一方で夫は最近家での口数が減っていた池上を心配していました。吉田さんとのことで何かあるんじゃないか。吉田というのは池上の元同僚。実は池上は女性に好かれやすい夫の浮気を疑っており、その悩みをいつも吉田に相談していたんです。そうとは知らず、池上が吉田と頻繁にやり取りをしていることに原因があると踏んだ夫はビールを煽りながらも事情を聞こうとしました。しかし、眠ったのね。話の途中でだらりと腕を垂らし眠り始めてしまった夫。その後すぐに話題に上がっていた吉田ともう一人の女性が池上の自宅へやってきます。女性はいずれも池上と同じ看護学校で学んだ看護師。彼女たちはここから池上の夫を殺害してしまうんです。結託して殺人を犯す4人の看護師。彼女たちが殺人を繰り返す理由とは。看護師たちを支配していたのは、傍から見ればバカバカしく思える虚言の数々だったんです。おそすけんちゃんです。やみやみかんです。いや、やみさん、最近ね、とあるね、新しくできた焼肉屋さんにね、友達と行ってきたんですけど、なんかやっぱ新しくできた店だからね、美味しいのかなと思って行ったんですけど、美味しくて、しかもなんか、新しくできた店だから、そこのオーナーさんがわざわざ名刺渡してきて、あら。僕、たまたま名刺持ってたからよかったんですけど、ああ、オーナーさんがアルコメトリーのことご存知だったってこと？いや、全然、多分全員やってる、全員。あ、そういうこと？そんなビップじゃない。はい、このモブキャラなんで。今回ご紹介するのは、福岡で起こった連続殺人事件で、なんとですね、4人の看護師が結託して殺人を行ったという前代未聞の事件なんです。私知らなかった。何それ、看護師4人とも殺人を犯してたって。しかも何、医療現場でやっぱり行われてたの？それがですね、病院とは全く関係のない場所で犯行が行われていたんで余計不気味なんですけど、4人のね、看護師の関係性を見ていけばですね、誰がそもそもの事件の元凶なのかっていうのが分かってくるんです。嘘つきの天下。2001年1月、福岡県久留米市高層マンションの一室に集まっていたのは4人の中年女性。そのうち1人はソファーに腰をかけ、残りの3人にぶっきらぼうな口調で言いました。石井は部屋の掃除、堤は夕食の準備、池上は父のリハビリセンターに着替えを届けてちょうだい。かしこまりました、吉田様。ソファーに座るその女性は吉田純子。その他の女性との関係性はいずれも同じ看護学校で学んだ友人。しかし友人3人に対する吉田の態度はまるで家政婦に指示を出すかのよう。そして不自然なのは吉田の女性たちへの態度だけではありません。吉田が暮らしているのはマンションの最上階。その他の3人の女性は彼女たちのヒエラルキーを表すかのように吉田の下の階に住まわされ、吉田の身の回りの世話をしながら暮らしていたんです。3人の女性を従え、さながら女王のように振る舞う吉田。何を隠そう、4人が今暮らしているマンションも吉田が3人に殺人の指示を出して手に入れたものでした。そろそろ次の金づるを見つける必要があるわね。殺人さえも厭わず、ただ吉田に従い続ける女性3人。彼女たちはそれぞれ吉田が作り出した虚構のストーリーを完全に信じ込んでいたんです。4人が同じマンションで暮らし始める約12年前の1989年の夏。あら、堤じゃない。ここの病院で働いてたの？久留米市内の病院の看護師、堤みゆきに嬉しそうにそう話しかけてきたのは、その日からパートの看護師として働くことになった吉田。2人が同じ看護学校へ通っていた頃から数えて約10年ぶりの再会でした。学生時代の懐かしい会話に花が咲き、そこから同僚たちの中でも目立って親密になっていった吉田と堤。そんなある日、堤は吉田に向かい次のように切り出すんです。私みんなには秘密にしてることがあって、今付き合ってる彼が実は既婚者なの。それでもう何度も別れたいって言ってるんだけど、彼家に来るのやめなくて。吉田は真剣な表情で堤の話を聞いていました。そして彼女が話し終わると同時にこんなことを言ったんです。その男、先生に頼んで始末してもらおうか。先生に頼むって何の？お医者さんのこと？やっぱり看護師が先生って呼んでたらなんとなく医者のことだろうなと思うんですけど、実が吉田が指していたのはですね、裏稼業の人間だったんです。怖えな。表立っては言えないけど、私には警察や政治家にも通じている裏の人脈があるの。先生に頼めば既婚者の彼の話もすぐに型をつけてくれるわ。当然吉田の言う先生の存在は全くの出任せ。しかし吉田に相談して以来、堤の不倫相手はパタリと家に来なくなりました。おそらくそれは偶然が重なってのことでしたが、
この一件で堤は吉田を完全に信用しきってしまうんです。吉田さんのおかげで助かったわ、本当にありがとう。すると味を占めた吉田は続けてこう言うんです。先生が言ってたんだけどね、あの男はヤクザを使ってあなたを東南アジアの風俗に売り飛ばすつもりだったの。しばらくは危険だから私の家に来た方がいいわ。こうして吉田のマンションで暮らし始めた堤。二人は生活を共にするうち次第に肉体関係を持つように。堤にとってその関係は不本意なもの。元不倫相手の脅威から守ってもらっている手前、彼女は吉田との関係を断れなかったんです。そんな吉田との関係に葛藤を抱える日々の中、睡眠薬を常用していた堤はある時過量服薬で自動車事故を起こしてしまうんです。そして彼女が目覚めた時、吉田は深刻な表情で言いました。実はあなたの事故で死人が出てね、先生がうまくもみ消してくれたの。それで先生にお支払いするお金が必要なんだけど。この他吉田は様々な理由をつけ、同居している堤から次々にお金を巻き上げていました。時には堤の隙を見て彼女のクレジットカードを使い込み、こんな説明をすることも。先生の調査によると、あなたの義理のお兄さんが怪しいわ。自分で持っているのは危ないから通帳やカード類は私が管理してあげる。息つくみたいに嘘つくじゃないのよ。もう完全に金のためだけに堤に近づいたってこと？そうなんです。吉田はですね、金でしか人のことを判断できないような女になっちゃってたんですよ。実のところ吉田は病的なレベルで贅沢癖がある人物。看護学校時代にも友達が妊娠したと嘘をつき、中絶費のカンパを集めて問題になったことがありました。元夫の家や土地を担保に入れ好き放題散財していた吉田は、堤が働いていた病院へ勤務しだした頃にも3000万円以上の借金を抱えている状態。追い詰められていた吉田は堤から不倫問題の相談を受けた際、彼女に恩を売ってお金を絞り取る案を思いついたんです。そしてそれは堤との関係が約5年続いた1994年のこと。そろそろ堤だけじゃ限界ね。吉田はこの頃看護学校時代から連絡を取り続けていた友人石井ひとみが夫の借金を理由に離婚した話を耳にしました。すると、元旦那さんの借金に関してあなたに返済の義務が出てきまして。石井に電話をかけてきたのは彼女と面識がなかった堤。吉田は堤に更新所職員を偽装させ、石井から750万円もの額を騙し取ってしまうんです。しかもこの時表向きは吉田が交渉に入ったことで数千万円あった返済が750万円で済んだという話に。この一件で吉田を信頼した石井も彼女に取り込まれていってしまうんです。そして3人目の池上和子は以前吉田と同じ病院で働いていた看護師。池上は当時同じ病院の同僚をいじめており、吉田はその同僚が損害賠償を請求してきているとでっち上げ、またしても交渉役を買って出るふりをして池上から信頼を勝ち取り、彼女を手なずけてしまうんです。傍から見てるとさ、なんでこんな下手な嘘に引っかかってんのよって思っちゃうんだけど、面と向かって話したら説得力はあったのかしらね。それだけね、嘘をつくのがね、うまかったっていうことではあるんですけど、当然関係者の中にはね、吉田をね、疑ってる人もいたんですよ。実はそのことをきっかけに、さらなる悲劇に繋がっていってしまうんです。絞り取る女。1997年の末、吉田は3人目の仲間の池上にこんな話を切り出します。あなたの旦那は確実に浮気してるわ。先生に頼んで調べてもらったの。実は池上は以前から夫の浮気を疑っており、そのことを吉田に相談していました。池上の夫は2枚目で女性に人気があり、浮気の心配が絶えなかったんです。やっぱりそうだったの。吉田から唐突に告げられた浮気の事実に動揺を隠しきれない池上。そんな彼女に追い打ちをかけるように吉田は言いました。あなたの旦那は愛人のためにあなたと子供を殺すつもりよ。さらに吉田は池上の車に乗った際、車内で偶然睡眠薬を発見。夫はその薬を使って犯行に及ぶつもりだったのだと池上に告げます。しかし皆さんももうお分かりの通り、睡眠薬は吉田があらかじめ仕込んでおいたもの。加えて吉田は池上の夫が自分の娘にも危害を加えようとしていたという嘘を吹き込み、彼の信頼をみるみる失墜させていきました。吉田がここまで徹底して池上の夫を悪人に仕立て上げたのは、彼が吉田にとって邪魔な存在だったため。池上の夫は妻が元同僚への賠償金と称して大金を支払った際、交渉役を名乗っていた吉田を怪しんでいました。池上の夫は吉田を厳しく問い詰め、時に口論になることも。そんな日々の中で吉田は池上にこう促すようになったんです。池上、身を守るためにはやられる前にやるしかないわ。池上の夫を殺害するために吉田たちが考案した方法は、看護師としての知識を悪用したもの。彼女たちは毎日少しずつ食事にカリウム製剤を混入して心不全を起こさせ、事故死に見せかけるつもりでいました。怖すぎ。その気になればさ、人を殺せる知識なんて絶対あるもんね。そうなんですよ。特に今回使用されたね、カリウムっていうのは医療現場での殺人でよく用いられるものだったんです。というわけで本日のメトラキーワードはカリウムによる殺人について。ちょっと引っかかっちゃった。
カリウムはミネラルの一種で、成人の体内には 120g から 200g 程度が含まれています。細胞の浸透圧を一定に保つ働きや神経伝達、筋肉の収縮に関係しており、人にとっては必要不可欠な物質なんです。一方、カリウムは看護師や医師でありながら患者たちを手にかけるヘルスケアシリアルキラーによく用いられる物質。体内のカリウム濃度が高くなりすぎた際に生じる高カリウム結晶を利用し、殺人を行うものがしばしば存在するんです。高カリウム結晶の状態ではカリウムが通常の働きをしなくなるため、心臓の筋肉が機能せず、最悪の場合心不全で死に至るんです。1998年1月10日、吉田に促された池上は夫の食事にカリウム製剤を混入し始めました。しかし結果を焦った吉田たちはカリウムの混入を始めてから10日後には作戦を変更。睡眠薬で眠らせた夫の血管にカリウムを直接注射することにしたんです。ところがこの作戦もうまくいかず、最終的には空気を注射して血管を詰まらせる犯行に及ぶことに。ここで問題となったのは検視にかけられて死因が発覚すること。そこで池上は救急隊の前で吉田に指示された通りにこう口にするんです。解剖するなんて主人がかわいそう。そう言って泣き崩れた池上。結局死因が発覚することはなく、翌月には3500万円の保険金が支払われました。この時吉田は池上がいじめていた同僚への賠償金の立て替え分が残っているといい、保険金の9割を自分の懐に入れてしまうんです。そして次に吉田がターゲットにしたのは、借金問題で離婚した石井の元夫。以前750万円で石井の借金問題を解決させたふりをしていた吉田。彼女は今度は石井の元夫が愛人に貢ぐため複数人から金を騙し取り、実者まで出している悪人だったという話をでっち上げました。あなたの元旦那は殺されて当然の人間よ。そう断じられた石井は、これまで元夫に苦しめられてきた経緯もあり、吉田たちと4人で結託し殺人を決意。石井の元夫は睡眠薬を飲まされた上で鼻からウイスキーを大量に流し込まれ、急性アルコール中毒で殺害されました。この時石井は元夫の保険金や退職金で6000万円以上の大金を手にするんですが、元夫が迷惑をかけた人たちへの賠償金という建前で、そのほとんどが吉田に渡ったんです。いやいや、もうこれさ、夫が妻と子供を殺そうとしてるだの、夫が金騙し取って実写出してるとかさ、なんでそんな現実離れした嘘を誰も疑わないの？なんで信じちゃうのよ。吉田のやり方としては、最初にね、めっちゃ恩を売るんですよ。で、信用させた後にだんだん脅迫じみた要求をしていくっていう。だから最初がいいやつに見えるから、みんなね、騙されちゃうんですよ。多少ね、みんなもなんか変だなとは思いつつ、先生っていう謎の言葉をちらつかせてね、他の3人っていうのはなんか恐怖に支配されてたみたいなんです。石井の元夫を殺害した後、吉田は続けて糖尿病だった堤の母親を病死に見せかけて殺害しようと企みました。しかしこの時は実行犯の石井が犯行に失敗。あんたがあの旦那から逃れるのに先生や私たちがどれだけ尽力したと思う？かかった費用だって膨大よ。4000万円もの大金どうやって返すつもりなの？吉田は石井を怒鳴りつけると、次は石井の父親が所有していた300坪の土地を売るように迫りました。この頃には吉田は久留米市内にマンションを購入し、堤、石井、池上の3人を世話役として下の階に住まわせるように、3人に吉田様と呼ばせ、家来を従える女王のような立場を手に入れた吉田。彼女はこの後、その天下に崩壊の時が来ることを予想だにしていなかったんです。2001年8月2日、自宅へ帰宅した石井はおびたらしい量のファックスが届いていることに気がついた。はあ、吉田様怒ってるな。吉田から届いていたそのファックスの内容は、警察に行ったら誓約書をばらまくぞという一文。そう、石井は元夫を殺害する際、私が夫を殺害しますという署名捺印入りの誓約書を書かされていた。そして実はこの日、石井は元夫の浮気の後処理で脅迫されているという内容の相談で警察署へ行っていた。殺人のことには直接触れてはいないものの、石井が警察へ行ったことを知った吉田は次々に脅迫状を送りつけてきた。警察に話したりすれば殺人罪に問われるのはお前だ。あまりにも重い事実を突きつけるその言葉に石井は深くため息を漏らす。これ以上はもう無理ね。ファックスのコンセントを抜き、現実から目を背けるようにして眠りについた石井。そして翌朝、彼女は殺人を自白するために警察へ出頭した。これも吉田はさ、ずっと3人をさ、今まで騙して言いくるめることができてたもんだから、今回も多分騙せるって思ってたんでしょうね。そうなんですよ。でもね、石井にとってはですね、殺人罪で裁かれることよりも、この先もね、吉田に支配されるっていうことの方が苦痛でしかなかったみたいなんです。石井が警察へ自首したのは彼女の叔父の勧めでした。父親の土地を自分の判断だけでは売却できなかった彼女が叔父に相談を持ちかけたところ、不審に思った叔父が石井を問い詰め、真実を明かすことに。数千万数億と騙し取りながら決して満足せず、欲のままにお金を求め続けた吉田。最終的に彼女は自身の強欲さゆえに身を滅ぼすことに。逮捕から約3年後の2004年9月24日、吉田に下された判決は死刑。吉田と愛人関係にあった堤は無期懲役。警察へ自首し、自分から真
実を明かした石井は懲役17年の刑に。池上については判決を待たずに病死してしまったため、結局控訴棄却となってしまうんです。ちなみに吉田は裁判中にも配膳係の受刑者を通じ石井に手紙を送り、自身が有利になるように虚偽の証言をするように要求。石井はバカにするなと怒りの手紙を送り返しています。2016年3月25日、吉田は死刑執行の日を迎えることに。3人の友人を手玉に取り、他人のお金で一生分の贅沢をし尽くした吉田。お金以外の大切なものを全て切り捨てたような彼女の生活は、果たしてそれでも幸せだったのでしょうか。あなたのそばにはお金よりも大切と呼べるものがありますか？